ね、いろいろやってきましたけど、はい、今回は複合カーブ、はい、ちょっとややこしいやつです。そう、ちょっとこう緊張する。そうですね。はい、まあ分かりやすく言うと、うん、カーブを曲がり始めました。途中でっていうほどもう一遍きついとこ見つけちゃったみたいなね、カーブエンカーブみたいな感じです。カーブの中ではいさらにきついカーブを見つけちゃった。まあ普通に言うとそこまでもう曲がってますから、うん、だいたいどうにかできないのが普通なんだけど、はい、まあ普通の人は多分2つ、もう一回頑張って寝かすのか、うんもしくはもうブレーキかけて止まるのか、はい、どっちかしかないみたいになっちゃうんですよね。うん、両方とも危ないです。私もブレーキかけて結構やってましたね。でも間に合ってるからいいようなものの、そう、でもやっぱ体もこわばるので、うんなかなかちょっと難しいテクニックがいると思ってました。まあね、やっぱり緊張しますね、はい驚いちゃうから、うんどうしていいか分かんないみたいなね。でまあこの対応法としては、はい、まあまずいつ早く見つけるかっていう次にもう一遍曲がり込んでるところを早く見つけることがうん、いい、ポイントの部分、ね、ポイントですよね。はいでこれはもともとの例の3つを、ね、最初にカーブ考えなきゃいけないという探し方と同じで、はいやっぱりどこを見てるかなんですよ。だからカーブの中入っても常にその先を見てるっていうのが大事で、はい、でその前に例のブレーキで起こしてブレーキを離して曲がるやってますね、はいあれが間に入ればほぼもう一遍の曲がり直しができるので、余裕をまあ要は持ってそのタイミングでしかなくて今まで覚えてることをただやるだけなんですけど、はいまあタイミングというか、できるというのが身についてからはできるんですけど、はい、ね、その前はやっぱりドキドキしちゃうんで、そうなんですよね。ちょっとまだこのそうそう入りそうそう込むまでという。そういうことそういうこと、はいなのでまあ含めておそらく、多分ねやってみれば必ずできるということなんで、はい、いや頑張ります。はいね結構本来は、ややこしい難しいやつだなって、多分皆さん思ってると思うんだけど、意外にそうでもない。いや難しかったですよ。あれ難しかったですけど、でもなんかこう一つ一つの判断がこうできていくので、なんていうんですかね、迷ってる暇なく、そのポイントポイントを見て進んでいくっていう、すごいなんか実感します。いやいやいや結構さっさと決めてなんだ見限りが早いっていうかさ見切りが早いっていうか、カーブのその見切りができればカーブのところのポイントが見えるので、なんかそこの部分に意識がすぐいくって、僕なんかはいつもやってるのは、曲がってる例の120、90じゃないけど、90もワンターンがちょっと曲がってますぐらいまでいいんだけど、それ以上になったらもうないと思ってるんで、ね、時間みたいなもんじゃない、曲がってる時間がもうこれ一回やり直した方がいいやっていう判断に切り替えてしまえばいいんだよね。なんかいい意味でこう切り替えが大事かなっていうのはすごい思います。でやっぱりブレーキのリリースで曲がるって便利ですよね。便利ですね。やっぱり。あと特になんかそのブレーキももちろんですけど、体重移動その時にいかにこう力を抜けるかっていうのはすごい重要なんだなっていうのを改めて。そうですね。まあ組み合わせはもっといろいろあって、今はブレーキのリリースで使ってるけど、この後例えばトラクションとかいろんなことしながら
そういう複合的な難しいカーブを、自分で納得できる状態にして走っていくっていうのは、まだ他に手があるんで、はい、またねこれから勉強しましょう。はい、はいよろしくお願いします。